ことは安全です。ずっと嘘だったんだぜ。ほうれん草食いてえな、ほんと嘘だったんだぜ。気づいてたろうこの事態、風に舞う放射能はもう止められない。何人が被爆すれば気がついてくれるの、この国のせい。視聴者の皆さん、こんにちは。緊急事態宣言が解除され、社会・経済活動が再開されましたが、いまだ新型コロナウイルス感染症は収束を見ていません。3月以降、さまざまな集会や取り組みが相次ぎ中止や自粛となっています。核兵器をめぐる動きとしては、2020年4月に開催予定であった NPT 再検討会議は新型コロナウイルス感染症パンデミックを受け延期となりました。米国、ロシア、中国など核兵器保有国の核開発はとどまるどころか進み続けています。また、福島第一原発のトリチウム汚染水処理問題や原子力規制委員会による6カ所再処理工場の合格など、原子力をめぐる課題、問題もあります。このように核をめぐる状況が一層厳しい中で迎えた今年の被爆75周年原水爆禁止世界大会は大きな節目となります。コロナ禍であっても核兵器廃絶、脱原発、被爆者の援護連帯に向けて大きな声を結集すべく、今年の被爆75周年原水爆禁止世界大会はオンラインで開催いたしますので、最後までご覧いただき、ご参加いただくことをお願い申し上げます。それではただいまより被爆75周年原水爆禁止世界大会オンライン集会福島大会を開会いたします。申し遅れましたが、私は司会を担当いたします。原水爆禁止日本国民会議の橋本真由です。どうぞよろしくお願いします。まずはじめに、原水爆禁止日本国民会議川野光一議長よりご挨拶申し上げます。原水議長の川野です。早いもので東日本大震災から9年余り、広島、長崎から75年経ちました。しかし、福島では、いまだ4万余の人たちが避難生活を余儀なくされているとお聞きしています。そして今度はコロナ。皆さん、お変わりありませんか？コロナのおかげで、オリンピックも、5年に一度の NPT 再検討会議も、そして原水禁大会も飛んでしまいました。そのため、福島の皆さんに直接ご挨拶できないことをお許しください。さて、国や東電は責任を放棄し、被害者の方たちへの支援を打ち切ろうとしていますが、避難指示解除地域の経由率はいまだに3割にしか過ぎる。期限ありきで必要な支援を打ち切ることは到底許すことはできません。また、東京電力の損害賠償も同様です。東京電力が被害者の物心両面にわたる請求に誠意を持って対応することは当然のことです。さらに、政府や東電は多くの県民の反対にもかかわらず、汚染水の海洋大気放出を強行しようとしています。しかし、浪江町議会の海洋放出への反対決議や全会一致で可決されたことを見ても、絶対に容認することはできません。また、このことは、ロンドン条約にも違反しており、我が国が海洋投棄をしないとする原子力委員会の決定にも反します。さて、我が国の原子力発電は、
現在60基で、そのうち稼働中は9基の原発にしか過ぎません。また、プルサム導入の原発は、現在4基の原発にとどまっています。しかし、原発推進派は、16から18基の原発で、プルサーマルの導入を目指していると言われています。しかし皆さん、世界の動向を見ても、各国はすでに原発そのものを廃止しており、プルサーマルのように、ウラン燃料と比べてもはるかに割高で、危険なMOX燃料をわざわざ使う必要がどこにあるのでしょうか。世界の潮流を見ても、支援エネルギーへと転換しなければなりません。世界の核兵器は13,410発、前年から470発減少しましたが、中国は30発増の320発となり、フランスを抜き、ロシア、アメリカに次ぎ3番目になりました。確かに前年から減少したとはいえ、地球上の人類を何十回殺しても有り余る数字であることは変わりありません。しかも近年、トランプ大統領は中距離核戦力全廃条約 INF を執行させ、さらに核体制の見直し、使える核兵器の開発を表明するなど、極めて危険な状況で、また米ロの核削減交渉の見通しも立っていません。このような時だからこそ、世界で唯一の核被害国、我が国の出番があるはずです。まず、核兵器禁止条約に賛同する。そして、韓国、北朝鮮、日本は核を持たない。米国、中国、ロシアはこの三国を核攻撃しない。北東アジア非核兵器基地体構想を実現させるのです。もう米国の核の傘はいりません。非核兵器基地体構想を南半球と同じように北半球にも広げるのです。我が国がその先頭に立つことが重要なであります。安倍政権の巻き手症状が見えてきました。森影さくら、黒川、そして河合夫妻の逮捕事件、我が国の民主が問われているのです。皆さん、政治の流れを変えましょう。平和憲法を守り、真の平和を取り戻しましょう。そして、核も戦争もない世界を作りましょう。頑張りましょう。川野議長、ありがとうございました。続きまして、現地実行委員会を代表して、福島県平和フォーラム、角田正史共同代表よりご挨拶をいただきます。角田様、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。福島県平和フォーラム共同代表の角田です。広島、長崎は被爆75周年を迎え、福島は原発事故から間もなく10年となります。そして、チェルノブイリ原発事故からも35年という節目の原水禁世界大会を迎えました。今年は多くの方々に福島に来ていただき、現状を見ていただいたり、福島の課題と合わせた脱原発社会を目指す議論をすることは残念ながらできません。しかし、このように福島の現状と課題を発信していただける機会を得ることができました。関係者の皆様に御礼を申し上げます。昨年の福島大会では、東京電力が福島第二原発全4基の廃炉を正式に決定する方針を固めたとの報道がなされたことを報告をしました。その後、東電は正式に廃炉を決定しました。私たちが原発事故以降、原発のない福島を求めて、全国の仲間と連帯し、運動を続けてきた大きな成果と言えます。しかし、廃炉が決まっても、困難な課題がたくさんあります。事故を起こした原子炉のデブリは取り出せるのか、取り出せたとしてどう処分するのか、使用済み核燃料はどうするのか、高濃度に汚染された原子炉容器などはどう処分するのか、廃炉を決めても
行き場のない核のゴミ問題は残ります。これは福島だけの問題ではありません。全国の原発も同じです。一日も早くすべての原発を止め、原発の建設をやめ、再生可能なエネルギーを主とした未来を作っていかなければなりません。福島では、第一原発と第二原発の安全かつ着実な廃炉の実現に向けた運動が始まっています。今、国と東電は溜まり続けているアルプス処理水の海洋放出を早期に行う考えを示しています。アルプス処理水は高濃度のトリチウムが大量に含まれています。トリチウム汚染水の海洋放出によって最も打撃を受けるのが漁業関係者です。福島の漁業はこれまで試験操業を続け、やっと本格操業への道が開ける段階になってきました。東電はバイパス、サブドレンからの地下水を海洋放出することの了解を県漁連に求めたとき、アルプス処理水は海に流さないとの約束をしています。国と東電はその約束をも破ろうとしています。県漁連はもちろん、全国の漁業組合も断固反対しています。今日は新地町の漁師さんの思いを聞いていただきたいと思います。反対を明確にしているのは漁業関係者だけではありません。原発事故以降、放射能に汚染された大地で放射能の低減に取り組み、安全でおいしい農作物を作り、信頼の回復に努力してきた農業関係者も反対しています。山の文化を守ってきた林業関係者は、山の除染すら行われない中で、また放射能を放出することは絶対認められないと言っています。事故を起こした当事者である国と東電が、アルプス処理水の保管が限界だと、自分たちの都合を優先して、原発事故からの復興の努力と、今後のなりわいを訴え、反対していることに目をつぶり、再び故意に放射能を放出することは絶対に認められません。国も東電も福島の復興と廃炉の両立は大原則と言っています。しかし、今やろうとしていることは、人々の生活の犠牲の上に廃炉を進めるということです。被災者をはじめ、多くの人たちの意見を無視したトリチウム汚染水の海洋放出はさせてはいけません。私たちは本当に原発のない福島を取り戻すために、これからも声を上げ続けます。福島の悲劇を二度と繰り返さないためにも、全国の原発再稼働反対の運動を進め、原発も核も戦争もない平和な社会の実現を目指す決意を表明し、福島大会開催地を代表しての挨拶とさせていただきます。共に頑張りましょう。角田様、ありがとうございました。ここで元帥金と交流のあるドイツ緑の党より連帯のご挨拶が届いておりますので、ご覧ください。Dear ladies and gentlemen, thank you for having me at your conference. I feel very honored to speak to you about the German perspective on the tragic catastrophe that happened almost 10 years ago in Fukushima. My name is Annalena Baerbock. I'm the party leader of the Green Party in Germany, and I'm also a member of the German Bundestag, the German Parliament, which you can see also behind me. I can remember those days when the nuclear disaster happened in Fukushima very well, because everybody in Germany those days thought of another catastrophe, mainly Chernobyl, which happened in 86
in Europe. I was 5 those days, and still, also with 40, I can feel what it meant for a child not being able to go out, not play with the other kids, not being allowed of drinking milk. People have lost their homes, lost their work, lost everything they loved. This is not only a complete catastrophe, this also changes minds of people. And this happened in Germany after Fukushima. It took only a few days that NGOs, regional initiatives, and also we Greens as a party organized small demonstrations and pickets after the happening in Fukushima. And a couple of weeks later, it weren't any more small demonstrations. There were huge demonstrations. 200,000 people gathered here in Berlin to call for a quick nuclear phase-out. It was really meaningful because, as you might know, Germany has a long history because of Chernobyl in '86. People have been on the streets fighting against nuclear power plants for ages. And then Germany made another turning point 10 years ago. Only 3 days after the catastrophe in Fukushima had happened, Chancellor Angela Merkel announced that it has changed her mind about nuclear energy. And only 3 months later, the German Bundestag decided in a nuclear phase-out law that we will phase out nuclear power plants by 2022, so in 2 years' time. It was a turning point for us in Germany. Unfortunately, not for you, where the catastrophe happened in Japan, and also not in whole Europe. So even though we are phasing out in Germany now, we are not phasing out in Europe yet. So this is really the challenge we are fighting also, not only with you in Japan, but also here in Europe. We are facing now another crisis, the climate crisis, and the big danger is that it's being misused for arguing for nuclear power again. And this we really have to stop. Whereas Germany is phasing out now by 2022, unfortunately it's not whole Europe. Also Austria, Lithuania and Spain have already decided of a nuclear phase out. Unfortunately, others are arguing the opposite. They are arguing within the European Union that nuclear energy as a seemingly climate-friendly source of energy should be expanded because of climate change. I believe this is totally wrong. So, in the light of the phase-out in nuclear in Germany, we are still fighting for phase-out of nuclear in whole Europe. Because nuclear is dangerous. Because we all know about the risk of nuclear power. And we all know that we still do not have a safe storage, also not in Germany, for the radioactive nuclear waste. My colleague Sylvia Kotting-Uhl will tell you later on a bit more about the current situation in Germany concerning the search of safe disposal site. So I think at this moment, we as Germans, we as Europeans, but together with you in Japan, we have stand close together for nuclear phase-out, but also for 100% renewable energy transformation. The answer to climate crisis is 100% renewable energy. Only if we really manage to switch from conventional energy sources to renewable energy, we will be able to reduce all of the risk. And therefore, I think the partnership between Germany and Japan, Europe and Japan, is very important. Because Japan, as a nation with a strong, great sense of community and teamwork, Japan as a nation for technology and development, and Germany and Europe also as a country and continent for a new technology movement, can work close together in finding new ways of producing clean energy. Clean for everybody, clean for the environment, and especially clean for humanity. Thank you so much for having this conference every year, again and again.
I really hope that one day it's possible for me to come to you and join the conference. And so far, I wish you all the best in this special and also not easy times, and that we fight together nuclear, energy, and also climate crisis. Thanks a lot. ありがとうございました。続きまして、被害者からの訴えです。被害者を代表して、小野春夫様より訴えていただきます。小野様、よろしくお願いします。私は福島県相馬の新地町で50年以上漁師をしている小野と申します。今ここ船あったと思うんですが、この船は私2艘を持っています。でこの1艘、この手前の大きい船は今使うことできません。そして2年間まだ使ってません。この隣の船2年前に新しく新造したんですよ。でこの新しい船で今で海に出ています。だから我々この福島県この原発事故で自分の前浜を自由に使うことができません。自分の判断でちゃんと規約があって、ちゃんとこういうノルマがあって、1ヶ月に8回をクリアするということで東電との話し合いで今こういうことで試験操業をやっています。そしてやっと今100% この魚には放射能は含んでいるものは100% ゼロです。そうやっと今落ち着いたところに今国東電が海にトリチウムを希釈して流そうとしている。これにはものすごく違和感、恐怖感、不安、本当に不安ですよ。こんなことなさって本当に福島県の海がこれからやっていけるんだが私は3人も、ね、息子を両親してこの責任もあるし、ね、こんな危険なものを海に流すということを今新聞でもやってるし、で流さないってあいつもやってないんだけど、いろいろなみんな全国この公聴会だの意見につきで100% みんな反対してるのに国の話聞きさえ言っても東電の話聞いても絶対流さないってことは言ってません。これは我々のこの漁業者を今まで苦しめたのにまだ苦しめるんですかって、こうすればねせっかくこう復興してね漁業者が震災で今福島県でもやっぱり半分になってるんですよ。漁業者が少なくなってるんですよ。それに輪をかけたようにトリチウム海に流したことったらこんな後継者船方になるあいつしてないです。私だってこういう条件あれば息子3人も両親にさせません。そしてこれからの若い人たち今中学生高校生の子供を持ってる親だっておそらく先が見えないのにここが仕事場としては絶対やんないと思う。こうすれば福島県の漁業はダメになります。衰退します本当に。そしてもし流した場合はずっと風評でなくて実害ですよ。これは魚が今でも売れないんだから、今でも安いのにまだ流してあしたことったら安くて我々どうして生活するんですかってことね。本当に本格的な操業になって魚が大量に上がった、油は高い、資材は高い、そしたら魚が二足三本だったら生活してられないですよ。本当にこんなことしたことは自殺者出る可能性もあるよ。魚が出ない船方になったことは別な職人を作らないとなかなかできないからね。一回漁師して再度別な職人を作らないことはありえないと思うのよ。こういうことをなんでやるんだかってね、ほこすかないんだよ。ちゃんとね他にちゃんとタンクを増設してね貯めとけば誰かが頭のいい人が研究でトリチウムを除く機械とかなどか開発する可能性だったわけですよ。今ね本当に高濃度の放射水をなんで今海に投げるんですかってことよ。ほって福島県歩きでおかしいってことね。実際に同じあいつ海に本当に決まって投げる場合はやっぱり東京湾から流してほって大阪湾の松井さんが流してもいいって言うんだから、何でもねきれいな水だこと流してもいいって言うんだから、やっぱり東京と大阪から流せばやっぱり福島県の復興もこんなに実害はないような感じします。
これが私の願いですよ。せっかくこれにそうってでもこの船今遊ばせてるんですよ。本当にお金かけてちゃんと整備していつでもできるようになってて、どんな商売でも対応できるようになってるんだけど、今2艘化することはできません。いずれは俺北海的そうすれば2艘でコーナー引きしやったり、いろんなことやっべっつうことでいろいろな資材は 100% 用意してありますよ。何人も対応できるように。だから私は息子3人もして、で今は俺らの息子は勉強ってことで2番目と3番目はよそに貸してます。今人必要でないから2層浮かすことできないから、私は今2番目の息子と3番目の息子は勉強のためによその船に乗せてます。やっぱり人間っていう仕事場がないと何も苦痛だから本当に肉体的精神的骨につけてもね、これからの前が見えないってことは本当に不安だらけだよ。ね、3人俺は余計不安だよ。3人の息子を両親したんだから、これがあいつして魚が安いなったことったら、だから誰が最終的に責任を負うんだってことを流してば我々に補助するのかって実害なんだから、本当にずっとあいつまで廃炉までずっと補助してけんのかいって、本当に怖い。今となっては補助のはこんな怖いものを福島県の海にこのきれいな海に流したことはどうなるんですかと。日本ばっかりでないでしょっての。隣の宮城県だって影響ある、茨城県だってある、全世界からあったら、あと何十年後30年50年後分かってからで誰が責任を負うんだっつうの。今やってる人が責任を負わんでしょ。本当に誰が責任を負ってよ。こういうことになったことは誰が責任を負って言うんだら安心だけどよ、全然こういうことも言ってないでしょ。海さ流すばっかり。海歩くの一人だけしてんだよ、海さ流すってこと。小野様、ありがとうございました。続きまして、高校生平和大使からの訴えです。第22代高校生平和大使の赤沼祐樹さん、斉藤ほのかさん、お二人からの訴えです。赤沼さん、斉藤さん、よろしくお願いします。こんにちは。第22代高校生平和大使を務めております日本大学高等学校3年赤沼祐樹です。いわき秀英高等学校3年の斉藤ほのかです。私たちは高校生1万人署名を通して核廃絶を向けて活動しております。昨年の8月、外務省よりユース非核特使を委嘱され、スイスにある国連欧州本部を訪問してまいりました。福島は世界から非常に注目されている、そのことを強く感じました。福島がきっかけで原発を廃止したよ、福島の安全性はどうなのだいとよく話題に上がりました。時折地元メディアで取り上げられる非現実的な現状を目の当たりにしたとき、私は本当に彼らの思う福島の人間なのだろうか、私は何ができるのだろうか、そう改めて考えさせられました。核の問題を考える際、避けては通れないのが放射能の汚染の問題です。訪問させていただいた国際赤十字さんは、核廃絶を求める理由の一つとして、汚染された場所で救護活動ができないということを挙げられていました。福島は核の安全利用に失敗した原発事故を真剣に考え、自分たちの子どもの世代、孫の世代に悲しい人を生まないようにすることが復興だと思います。避難地域の解除や産業の回復では自分たちも腑に落ちず、世界の教訓にもなり得ないのではないでしょうか。そこで私は教育が重要だと思いました。日本は被爆国であり、第五福竜丸や福島の原発事故のことがあり、真剣に核に向き合わなければいけません。しかし、今の平和教育は充実しているのでしょうか。科学的視点、
歴史的視点、道徳的視点を持って多角的に学校で教育機会を設けるべきです。私は歴史分野を通し教育に携わっていきたいと思っています。しかし平和教育の拡大は容易ではありません。我々の行っている平和活動の浸透や抵抗感をなくす下地づくりから始めるべきだと思います。福島県は高校生での活動が少なく、動きづらい、発言しづらいと思っている人もいるかと思います。もっとできるはずなのに、私も足踏みをしています。きっとあなたも同じことを思っているならば、一緒に動き出してみてくれませんか？東日本大震災から9年という歳月が経過しました。それでも私は立つこともままならないほどの大きな揺れ、家や車が波に飲まれていく映像を見たときに感じた衝撃、そして放射線が含まれる雨に打たれた時の死の恐怖を片時も忘れることはありません。広島、長崎に原爆が投下され、過ちは繰り返さないと誓ったにもかかわらず、3度目がここ福島でも起きてしまったのです。私は惨劇が繰り返されることのないよう、被災者、被爆者の声を世界に届けることを目標として、高校生平和大使としての活動を行ってきました。活動において最も印象的だったのが、軍縮会議日本政府代表部主催のレセプションです。そこではさまざまな国の外交官の方々と意見交換することができました。率直に質問させていただいた中で感じたことが主に2つあります。1つは核兵器保有国が必ずしも望んで核を保有しているわけではないということです。核兵器を廃絶する必要があると思うかと質問すると、核兵器保有国を含むほとんどの国が最終的には廃絶するべきだと答えていました。最終的なゴールは核兵器の廃絶であるという見解で大方の国が一致しているということを実感することができました。しかし原発の保有について是非を問うと、保持すべきではないという答えがあった一方で、原子力発電は重要なエネルギー源であって、十分に対策すれば安全性も問題ないため保持し続けるという声も聞かれました。原発は核の平和利用であり、核兵器とは別物であるという考えの表れではないでしょうか。私はそれが正しいとは思いません。これは原発事故という悲劇を目の当たりにした我々と、それを体験していない人々の間の認識に大きなギャップがあることを意味しています。原発の負の側面を社会全体により浸透させていくことが必要だと強く感じました。つい先日、40カ国目が核兵器禁止条約に批准し、発効まで残り10カ国となりました。条約の発効がゴールではありませんが、核兵器廃絶への道のりは一つの大きな峠を越えようとしています。これは市民の核廃絶の思いの賜物ではないでしょうか。一人一人にできることは限りがあります。しかし大勢が一体となり声を上げることで世界は変えることができると私は信じています。前年度は会場での署名のご協力ありがとうございました。今年はオンラインではありますが、高校生平和大使のホームページを開いていただきますと、デジタル署名やプリントのできる署名用紙がございます。ぜひ署名のご協力よろしくお願いします。
違う場所、形であれど、平和を願う仲間たちと共に、核兵器廃絶と戦争のない平和な世界を目指し、これからも活動していきたいと思います。赤沼さん、斉藤さん、ありがとうございました。続きまして、今大会の記帳を事務局長の北村より提起いたします。東日本大震災、福島第一原発事故から9年5ヶ月が過ぎ、来年3月には丸10年を迎えます。しかし、2020年6月5日現在、福島県では県内、県外、避難先不明者を含め37,826人が長期の避難生活を余儀なくされています。原発事故は未だ収束していません。溶融した燃料は手つかず、汚染水は溜まり続けています。住民の生活圏にも除染土や除染ゴミが仮置きされたままです。一度汚染された土地を再び汚染することは絶対に許されません。東京電力と国は自身の責任を踏まえ、長期的に安全を確保する方法を福島県、地元自治体、地元住民とともに模索するべきです。原水金は事故当初から被害者それぞれの選択に対する支援の確立を求めてきました。子どもたちを避難させる、家族で避難する、県外での生活を選択する、県内の生活に戻る、それぞれの選択があり、さまざまな選択が成立するよう支援するのが国の責任のはずです。今、何よりも大切なことは、事故の原因究明と責任の所在を明らかにするとともに、福島県民への放射線被曝防護の徹底と将来的な健康保障を図ることです。被爆者健康手帳の交付など、より包括的な国の医療・生活支援策を求める声を結集し、具体的な運動へと発展させていくことが重要です。日本の原子力政策への批判は、福島原発事故ではなく、プルトニウム利用政策に向けられています。46トンと言われる日本のプルトニウム保有量は、長崎型原爆に換算して約5800発と考えられます。プルトニウムを利用する核燃料サイクル計画は、6カ所再処理工場の完工延期や高速増殖炉モンジュの廃炉などから将来の見通しが全く立っていません。日本政府はこの現実を真摯に受け止め、再処理プルトニウム利用政策から撤退するべきです。国際的な非難を受けながら核燃料サイクル計画を進める意味は全くありません。原水金は日本と朝鮮半島の非核化を求める東北アジア非核地帯構想を掲げています。日本のプルトニウム政策、核燃料サイクル計画を廃止し、日朝間における信頼醸成と平和への話し合いを進めなくてはなりません。すでに中国は先制不使用宣言を行っており、米国、ロシアによる先制不使用宣言とともに、朝鮮半島の非核化をもって被爆国、日本の具体的政策として、東北アジアの非核地帯に向けた努力が求められます。脱原発、自然エネルギーへの方向転換は世界各国で顕著となっています。発電量に占める自然エネルギーの割合は、デンマーク 79%、カナダ 66%、スウェーデン
59% です。一方、日本は未だ 20% にとどまっています。世界のエネルギーは原発ゼロ、再生可能エネルギー推進へと向かい、温暖化防止のパリ協定がこの流れを促進しています。日本でも福島原発事故以降、原発が稼働しなくても電力は不足しませんでした。脱原発、脱炭素、再生可能エネルギーへの転換は、机上の論理ではなく、現実的なものとなっています。2019年11月、スウェーデンの国会議事堂前に、一人で座り込んだグレタ・トゥンベリさんの気候危機の影響を受けるのは若者との訴えは世界中の若者に広がりました。翌12月には COP25 において、一番危険なのは行動しないことではない。危険なのは政治家や起業家たちがほとんど何もしていないのに、ずる賢い説明と想像力豊かな PR で本当の行動をしていると見せかけることだと訴えました。原水金は再生可能エネルギー推進こそ地域経済が新しく豊かになると考えます。地域分散型のエネルギーの在り方は地方再生を謳う政府の政策とともにあり、政府が地方再生を真剣に考えるなら、再生可能エネルギーの推進はその一端を担うものです。地域からのエネルギー革命が日本の将来を作り出すと言えます。差別と人権抑圧のもと、先住民などの弱者に核被害が押し付けられてきました。原子力利用は最初のウラン採掘から最後の高レベル放射性廃棄物処分まで放射能汚染と被爆をもたらします。マーシャル諸島などでの核実験の被害者、米国やオーストラリアの先住民などのウラン採掘現場での被害者、チェルノブイリ原発事故の被害者など、これまで原水金は世界中の多くの核被害者と連帯を深め、取り組みを共有してきました。核被害の拡大を決して許してはなりません。差別と抑圧の厳しい現実の中で戦っている世界中の被爆者、核被害者と連帯し、被爆者の人権と保障の確立のため、そして核時代を終わらせるために運動を強めなくてはなりません。核と人類は共存できない。原水金運動は常に一人一人の命の尊厳を基本に据え、運動を展開してきました。暴走する安倍政権が主張する戦後レジームからの脱却は、日本国憲法が規定する平和と民主主義、基本的人権を否定するものです。日本国憲法の理念のもと、これまでの原水金運動の正しさに胸を張り、これまでの成果を引き継ぎ、私たちの道を揺るぎない信念を持って進もうではありませんか。原水金運動は安倍政権の核抑止による安全保障政策と原発推進政策、一人一人の命をないがしろにするすべての政策に反対して、命の尊厳を基本に戦いを進めていきます。以上、雑白ではありますが、ポイントを絞った基調提起とさせていただきます。なお、基調全文につきましては、原水金ホームページに掲載してありますので、そちらをご覧ください。ありがとうございました。最後にアピール採択です。読み上げて採択とさせていただきます。
提起していただくのは、福島県実行委員会の菊池ゆかりさんです。菊池さん、よろしくお願いいたします。福島アピール。東電福島第二原発の前期廃炉の正式決定から1年が過ぎました。福島県民の総意として強く求め、全国の仲間と連帯して取り組んだ運動が、国と東電を動かす大きな成果となりました。しかし、原発事故で失われた人々の生活は取り戻せません。原発事故から9年余りが経過した今も、被災者の生活再建や放射能による健康への懸念の払拭はできないままです。今でもたくさんの県民が原発さえなければという思いを抱きながら暮らしています。国策で進めた原発で重大な事故を起こし、このような甚大な被害をもたらした責任は国と東電にあります。しかし、原発事故から10年を目前に政府は、事故被害は終わったかのように、被害者の生活再建への支援切り捨てを進めています。事故後、一貫して第一原発及び第二原発の安全かつ着実な廃炉を求めてきました。しかし、国と東電は、第一原発にたまり続ける多角種除去設備アルプス処理水約120万トンの海洋放出を決定しようとしています。アルプス処理水には1リットルあたり約73万ベクレルという高濃度のトリチウムが総量約860兆ベクレルと大量に含まれています。さらにストロンチウムなど他の放射性物質も高濃度に含まれています。国と東電はタンクを増設しても2022年内にはタンクの容量も満杯になるとしてアルプス処理水の処分を急いでいます。国が2018年夏に開いたアルプス処理水の処分に関する公聴会では、放出に反対する意見が圧倒的で、長期陸上保管を求める意見も多く出されました。しかし経産省は公聴会での意見を反映することなく、アルプス処理水の取り扱いに関する小委員会で今年2月初めに海洋放出が現実的選択肢とする報告書をまとめました。県内外の多くの人々の反対の声を無視し、アルプス処理水は海に流さないとした漁業組合などの関係者との約束を破り、コロナ感染の緊急事態のもと、結論ありきで海洋放出決定を急ぐ国の姿勢は極めて不当なものです。事故を起こした国と東電が再び放射性物質を放出し、汚染を拡大することは、まさに故意による二次的加害行為であり、被災した人々を愚弄するものです。トリチウム汚染水の放出は、生活再建、放射能の低減などによる信頼回復、風評被害の払拭、故郷の復興など、これまで9年かけて取り組んできたすべての被災者、そして農業、漁業、林業などの従事者、観光業の従事者、被災自治体などの努力を崩してしまいます。また、新たな風評被害にとどまらず、人々の生活、健康、そして環境への重大な影響と実害を引き起こします。さらには、福島県だけではなく、全国、全世界の人々に関わる重大な問題です。福島から発信したトリチウム汚染水の海洋放出に反対する署名には、これまで10万筆を超す賛同が届いています。福島県内はもとより、全国、さらには太平洋を共有するマーシャルやソロモン諸島、パラオなどの人々、ベラルーシのチェルノブイリ事故被害者をはじめ、世界中から多くの賛同とメッセージが届けられています。私たちはトリチウム汚染水の放出に反対する福島県、全国、
全世界の人々の声を力に、海洋放出の強行を絶対に認めない戦いをさらに進めます。福島の悲劇を二度と繰り返してはなりません。私たちは全国、全世界の反核・脱原発運動と連帯します。私たちは国と東電の責任を厳しく問い、被害者支援の切り捨てを許さず、原発事故被害者の人権と補償の確立を求める運動を強めます。広島、長崎、ビキニ、チェルノブイリをはじめ、世界の核被害者と連帯します。核と人類は共存できないことを原点に、原発も核も戦争もない平和な社会の実現に向け、共に前進しましょう。2020年8月12日、被爆75周年、原水爆禁止世界大会、福島大会。菊池さん、ありがとうございました。これでアピール採択とさせていただきます。以上をもちまして、被爆75周年原水爆禁止世界大会オンライン集会福島大会を閉会といたします。最後までご覧いただきありがとうございました。この後流れるエンディング映像は、福島の方々によるリレートーク、福島原発事故への思いです。原発の事故により、地域の交流がなくなってしまい、130件のうちが現在23個の状態であります。本当に、原発事故は恐ろしいものです。原発事故から10年が経つが、いつになったら安心して暮らせるのか。そんなに手のかかる廃炉が続くなら原発はいらない。それとふるさと、元のふるさとにいつ暮らされるのか、安心して暮らされる町にしてほしいと思います。富岡町、細川達夫。福島市のきらり健康生協でリハビリ職員をしてます三浦です。震災から9年が経ち、福島県民でも震災や原発の話をすることは減ってきています。ですが、現地で辛い経験をした人たちのためにも風化してはいけない問題です。今でも原発のある地域に住む人たちは不安が大きいと思います。安全で安心な生活のために原発事故は二度と起きてほしくないです。福島県いわき市の里見義雄です。300年続けている旅館を経営しております。今回の原子力災害、本当に何が必要で何が必要ではないのかよく考えることができました。ぜひ皆さんもご家族、お友達と皆さんで地球にとって自然にとって私たちは何を残せるのか、何を委ねるのか考えてみる時間をもっとたくさん取っていきませんか。福島県楢葉町に住んでいる佐藤と言います。私は、林業関係の仕事についておりますが、福島県の森林関係について、一言お話をさせていただきます。福島県は日本でも3番目に大きな面積を持っていますが、その大きな面積の 7割が森林となっています。双葉郡においても同じように森林が 75% を占めております。その森林が何一つ除染はされないで、放置されたまんま、森林除染をやる方針がないのです。これから本当に山海
環境を守るためには、森林除染含めて山に人手と金をかけるような政策をお願いをしたいものだということです。原発事故から9年が過ぎ、来年は10年という大きな節目を迎えようとしている今でも、福島に住む私たちの心の傷は癒えていません。今改めてノー原発、そして今年はノーコロナ。第23代高校生平和大使吉井香音です。原発事故は私が平和活動をする上での原点です。当時無邪気な小学1年生だった私が初めて未来への不安を覚えました。高校生となった今、あの時の気持ちが積極的に平和について考えたいと思う私の原動力となっています。我がふるさと浪江町、緑豊かな町なのに帰りたくとも帰れない。荒野と化した早畑、縦横無尽に走るイノシシと、我が家に住み続けるハクビ人夫婦と、荒れた喉と荒れた町、いつになったら帰れるか、元に戻してほしいと願いつつ、毎日通勤百姓をしている大倉です。皆さん、原発事故と全国で起きるかわからないこの現状をきちっと見届けていただきたい。そして世界から核と原発のない町を作っていきたいというふうに願っております。これからもどうぞよろしくお願いします。浪江町大倉充です。対馬から避難している武藤茂です。帰還困難区域内になってて、避難して9年4ヶ月、除染の話が全然進まないし出てこない。一番望むのは帰還困難区域の除染です。早くふるさとへ帰りたいです。こんにちは。私は郵便局で働いています前田清と申します。53歳です。大熊町生まれの大熊育ちで、私の自宅は帰還困難区域です。私の心情は元に戻してほしいっていうことです。田んぼを見てくれると分かりますが、もう原野になってて、昔はコシヒカリというお米を作ってました。10年ってあっという間だなってつくづく思います。今は40キロ離れたいわきに住んでいますが、戻れるものなら戻りたいです。ぜひ元に戻してほしいっていうのが私の気持ちです。2011年福島第一原子力発電所の事故で、当時高校2年生だった私は大好きな吹奏楽と音楽を取り上げられました。その時、私は音楽の教員になろうと決意しました。もうあのようなことが繰り返されるのは許せません。今から10年前の3月の11日に原発事故が発生して、浪江町町民2万3000人はさまざまな苦労をしながら今まで避難してきました。原発の放射線被害は10年経っても我々の体に残り続けております。従いまして、恒久的な医療費の無料化、そして広島、長崎と同じように被爆者援護法と同等の法整備を当然加害者である国は我々浪江町民に対して法整備を当然しなければならないというのが私の思いです。浪江町今野の地球は子孫からの借り物です。福島にとって必要なのは健康手帳です。一緒に作っていきましょう。福島市きらり健康生協の介護福祉士です。
あれから9年経った今も未だに風評被害はあります。一度起きたことはゼロにはなりません。風評被害も放射線被曝への不安ももう辛い思いをするのはたくさんです。私はこれから結婚を機に福島を離れますが、大好きなふるさとのため原発反対をこれからも訴え続けていきたいです。楢葉町の佐藤勉と申します。原発は町も人も壊します。原発のいらない町づくりを、原発のいらない社会を、そう望んでます。福島第一原発で事故が発生してから9年が経ち、私は高校2年生になりました。福島での原発事故をただの歴史にはせず、私自身がもっと深く勉強し、世界でもう二度と同じ事故を繰り返さないために、一人でも多くの人にこの事故のことを伝えていきたいです。